はい、皆さん、こっちキャラサジようこそ。本日やっていく動画なんですけどね、BE:FIRST ですね。こちらドキュメンタリー What's the Master Plan? こちらエピソード1。第1話こちらの方ね、見ていきたいと思います。ということで、2週間ほど前に出てたのはね、こちらね。で、マスタープランというのが、ね、4月24日にちょっと発売されるということで、それに先立ってちょっとなんかそういう思いだったりとか、そういうのを語ってるのかな。ちょっと僕全然わかんないんですけど、これもちょっと見てほしいってお声をいただいたんでね、こちらの方ね、早速見ていきたいと思います。いくぞ。ひゃー。おもろい。メインストリームじゃなくてマスターってなんでしょう。また最大のBE:FIRST 最高だぜっていう証明ができた楽曲になるところがマジでBE:FIRST めっちゃ挑戦するなって多分思われてる。メインストリームもなかなか持ったけどね、僕。メインストリームでミュージックステーションに出演させていただいた時もやっぱりその反響は挑戦の意思をすごかったね。感じたんだろうなっていう風な声が。それ超えるか。曲を聴いてもらえば分かると思うんですけど、やっぱりこうブームバックから来てメインストリームで結構攻めてたとは思うんですけど、なんかこうまだやるぞっていうマジで意思表示の一つにもなってる楽曲だと思いますし、それで言うと多分その BE:FIRST が出す曲ってかっこいいよなっていうもうそういうイメージも出来上がってくると思うんですよね。それが実際かっこいいわけだしってなるわけで、バカかっけえよ。パフォーマンスもいいしみたいな、なんかそういうものを絶対クオリティで僕たちが、自分たち自負してやっていくっていうことが多分僕たちのその覚悟っていうか決めているっていう、それがマスタープランだと思ってるし、 BE:FIRST の挑戦はクオリティが担保されてるんだなっていう理解をしてもらうためのまた新たな一歩だなっていうふうに思いますし、やりたい曲の方向性とかできてきてて、それが結構その口で意見することとかもできるようになってきたし、なんかそういう面では徐々にこう自分たちの意思っていうものが込められていってると思うので、なんかそういうところのバイブスを感じ取ってもらえたらすごい嬉しいなと思いますね。メインストリームで湧いてくれた方はここでどう反応するのかとか、マスタープランで BE:FIRST 初めて知ったらどういう印象なのかこれからの楽しみとしてすごくリリースを待ってますね。はい。個人的にも多分メンバー的にも割と望んでる流れなんじゃないかなっていうふうには思ってて、ブンブンバック次がメインストリームってなった時にそこら辺から少しずつこう、クリエイティブにも参加してやれるようにもなったし、やりたいって本格的に思ったし、そこがなんか一番すごい変わったんじゃないかなって思います、個人的には。やっぱりいろんな人に自分たちの好きな音楽を届けたいっていうそういった意思のもとで BE:FIRST 全体で一番好きなジャンルなんだろうって考えた時にヒップホップってヒップホップ好きな年代とかのヒップホップがあると思うので、それをどんどん好きやで J-POP を代表するアーティストグループとして胸を張って曲として出せるようにっていうクリエイティブとクオリティが兼ね備わった3曲だと思います、ね。クリエイティブね。ザ・ファーストからつながってくるよな。いろんなことに対して挑戦がしやすい環境であったから、会社自体がそういうスタンスがゆえに、なんか多分そのブンブンバックっていう最初曲が出た時も分かりやすく言うと、かっこいい曲を作りたいっていうのが多分7人の同じ気持ちで、それぞれの方向性でいろんな好きな楽曲とかジャンルはあるけれど、ヒップホップって分かりやすく言うとそういうのをやっぱこうオマージュして辿った楽曲みたいなのってやっぱりすごく、ファッションとかも含めてそうだけどやっぱすごい好きなメンバーも多いし、そういうところから多分始まってる感覚もあると思うんですけど、それがそのブンブンバックとして自ら自分たちが少しでもクリエイトに入りたいっていう気持ちっていうのも、やっぱり早い段階でデビューしてからすぐ実行できたことが、なんかそこに関してはBE:FIRSTとしてやるべきことを今やっている、で好きなことをやれているっていうことにはいい意味で無駄のない時間でここまでたどり着けてると思うから、今回のそのマスタープランまでの道のりは必然的なものであったなっていうのはここの部分でも感じますね。自分でやりたいことやるってい
そういった意味でもヒップホップってよく捉えられると思うんですけど、なんかかっこいいと思うものを真似したりとか、オリジナリティを作ることだったりとか全部ひっくるめてヒップホップだと思うので、なんかその人の人間性をこう自分を出したくてヒップホップやってる人もいるだろうし、なんか誰かと一緒に騒いだりとか、そういうのが好きでヒップホップやってますってやつも全員すごく心から音楽を楽しんでるっていう条件のもとで曲作ったりとか歌を歌ったりとかラップしたりとかダンスを踊ったりとか、関わる全ての機会にやっぱヒップホップの万能さというか感じますね。スポーツですらもめちゃくちゃ関わったりとか、それこそサッカーとかバスケとかの大会でちょっとトラップミュージックとかが流れたりするのもそうですし、そういった文化とか日常に触れる機会が多いなって思うからこそ、どんどんこう世界だけじゃなくて日本でも人口が増えていってほしいなっていう、そういった音楽のジャンルとして見てます。コメント力すごいな、マジで。歌詞かなこれ。歌詞が出てるな。マスタープランの感じもやっぱちょっとこうヒップホップによっていると思います。でもめっちゃ楽しみやんけ。和楽器というか日本の楽器の部分に入れられたりとかしてて、メンバーとかがこう社長含めてわーい入れるのもありだよねみたいな話をしてたんですけど、和すぎてもなんかちょっと現実味とかもなっちゃうんじゃないかなとか思ってたんですけど、なんかすごいいいバランスで、ほんとちょっとだけ和入れるぐらいのテイストがすごいかっこよくなって、和風というかジャパニーズを象徴するようなトラックを意識して作ったものに合わせて、やっぱりこう明らかな日本主張というかをしすぎないことこそが BE:FIRST のやるべき形だと思っているので、ちゃんとこうブームバックメインスイングでつながってきたこの音の鳴り方にその和物のテイストを少し加えてあげるような、そんなイメージかなって思いますね。なんか日本からここから本格的にその海外への進出っていうのを考えた上での海外への進出だったりとかしっかりできたなっていうのはすごい感じます。レオ難易度ですか？どうですかね。メインストリームだと難しかったですよね。その最初の敵の部分とか。そうね。やっぱりそれまでずっとガシガシ踊ってるのにフックになって急にあれって、逆にでもあれって抜くっていうことはそこで当たんないともう終わっちゃうわけだから、でもそこをあえて貫いていくっていう、すごいBE:FIRSTとしてはかっこいい結果になったと思うし、そういう意味で言うと、メインストリームはやっぱ難しかったんですけど。すごいな規模、本当に。全然マスタープラン難しいと思う。マジでマジ僕の振り付けひどいですよね。ひひどいっすよ。だってもう2回来るんですよ、歌うところやれないですからね、マイク持ってたら肝心なところを。マジでそこはメインストリームと逆になってて、ある意味フックの後半でさらに追い込む感じ、そこはすごい対照的だなってなってますね。だけどこう質感とかソータがいるっていうのもあって、なんかそういうところはすごいやっぱりメインストリームと類似するところが多々あったりとかするのかなってありますね。海外にこれからこう進出していくにあたって脇が必要だと思っていて、提灯
とレイナさんのそのアニメーションっていう時が、そうですね、その脇っていう部分にすごく直結してくるんじゃないかなと思ってて、世界で活躍した経験がある2人だからこそ任せられる、全てを委ねられる、でけえよなマジで。経験から僕はすごく安心感を得てやっていますし、象徴的な振り付けではあるとは思うんですけど、技術をやばいな今のキャッチーさじゃないと思ってて、技術面ですごくキャッチーさを出していけたらいいなっていうふうに自分の考えとして思っていたので、今回の振り付けもそれにぴったりなキャッチーさ秘めてるんじゃないかなって、海外でも通用する技術があるなっていうふうに見てもらえる、そういったコレオになってるんじゃないかなと思います。僕リハが他のメンバーよりちょっと参加する回数が少なかった。そうなの？逆に見えたことがあって、送られてきた動画とか見ててもすごい分かるんですよ。これソータポイントだなみたいな。こういう角度とこういう一体感を見せたいんだなこの瞬間みたいなものが逆にこう俯瞰で最初に自分がリハ入る前に参加する前に見てすごく感じたことがあったんで、それで言うとやっぱでもBE:FIRSTの他のメンバーもそういうとこ感じながら多分踊ってるし、で多分そうだこう言うだろうなみたいな。ちょっとやばいんだけど。ここは逆にみんなで楽しく遊んでラフでいいとか、その曲を一曲を通しての展開の進め方だったりとかで、それのこのマスタープランっていうこの曲に当てはまっているそのクオリティコレオなんで、すごい理解がしやすいし、前のメインストリームからの引き続きだからっていうのもあるわけだし、そういう意味で言うとかなりなんか難しかったけど、なんかすごいその伝わりをまずメンバーが受け取ったりとか、メンバーで一緒に制作する上ですごく理解がしやすいから、意外となんか思ってた以上に結構振りはすぐ入った。だからなんかその僕の中では結構個人的にも嬉しかったし、なんかBE:FIRSTっていうのが一つまた出来上がってるっていうね、そのメインストリーム系のジャンルとしてもこれをってこういうことになってるっていう。やばいクソ楽しみなんだけど。でそれにレナも入ってくれてる意味っていうのがなんかいい意味で固定しだしたなっていうのを思いましたね。攻めの姿勢っていうのをすごい見せられるんじゃないかなと思いますし、でも一回聞いたら多分もう一回聞きたくなるような、もう一回見たくなるようなこれを音のなり方をしてると思う。結構ハードル上げるな。それが自信作っていうことやな。MV とかも楽しみに待ってくれるんじゃないかな。ちょっと楽しみだな。受け取ってほしいですね。むずいな。終わりかな？はい、ということでね、終わりましたけど、でもめちゃくちゃハードル上げるな。そんな上げても大丈夫よ。それぐらい本当にすごい作品が出来上がったっていうことだよね。そんな言われたらクソ楽しみやね。もう多分もうこの曲、ブンブンバックからだと思うんだけど、こっからはもう本当に海外進出に向けてガチの本気で取り組んでる最高傑作ができるっていう形で合ってるマスタープランな。一応エピソード2っていうかね、他4人のあれも多分出てるんだよね。そっちもね、別の動画で見るんですけども、ちょっと楽しみだね。ところどころ出ててさ、そうだもんね、ダンスとか見てても、これやべえわってなるのよ。もう僕大好きだからさ、そうなんですけど、ヒップホップとか特にそういうのが、人とかのバイブレーションめっちゃ大好きなんで、ああいうの見てたらね、もう真似したくなるっていうか、ってなるんだよ。また見たくなっちゃうのよ、ちょっとちょっと楽しみだね。もう完全に世界進出に向けたなんちゅうかね、そういった楽曲っていうかなってるやんな多分。で一つ思ったのが、今ねちょうどコメントにあったんだけど、英語字幕絶対つけた方がよくない？海外進出向けてるんだったらって僕はちょっと思いましたね。まだ間に合うっていうか、あれやけど、強いてなら本当に強いてなら英語の字幕はつけた方がいいと思いますよ。ね、本当上から見せるほど申し訳ないんですけど、ちょっとって思いましたね。まさか BMSG に僕ここまでハマると思ってなかったからさ、本当にね。すごい自分でもびっくりよ。4月24日かな。発売が4月24なのかな。MV 出るのがいつかわかんないけど、バチクソめちゃんこ楽しみにしておりますよ。ということでね、一応エピソード2とか、4日前に出てたかな。5日4日前に出てた2の方はね、また別の動画を見るのでよろしくお願いします。ということでね、じゃあこれ動画終わらせます。また次の動画でお会いしましょう。
バイバイ。